最強ケミと言われるユウ&ハル。そんな2人のオーディション時からのイチャイチャっぷりを振り返ります。二次プロジェクト2から誕生した7人組ボーイズグループネクスジが5月20日にデビュー。いよいよデビューしちゃいましたよ。おめでとう。本当に嬉しい。ストレイキッズ以来6年ぶりとなる JYP からのボーイズグループデビュー、かなり力が入っています。デビュー曲のライド・ザ・バイブ超絶かっこいいです。タイで撮影してきた MV、新人の MV とは思えないくらいおしゃれすぎる。雰囲気も独特でセンスの良さが光ります。MV からも7人のわちゃわちゃした感じが伝わってきて、にやけながら見てしまう。今回はわちゃわちゃ仲良しネクスジの中でも最強と言われるユウ・ハルのケミについて紹介します。ちなみにネクスジの7人は本当に仲が良く、ケミがたくさん。もやけん、センユイ、もやゆき、ユウハル、マンネーズ、福岡ケミ、関西ケミ、ユーズ。ユーズに関しては、ヒュイの本名、ユウヒからユウとつく名前が3人いるので呼ばれています。出身地から名付けた福岡ケミ、関西ケミも方言が炸裂で面白いです。このようにたくさんのケミがあるネクスジですが、なぜユウハルが最強ケミなのでしょうか。それは、ユウハルのイチャイチャっぷり、本当に、やばいんです。ハルは JYP 練習生、ユウは一般参加として二次プロジェクト2に参加した2人ですが、チームミッションでは全て同じグループという奇跡。しかも同じ部屋になったことも、日本合宿の頃はまだちょっと距離感のある感じかな。それも今となってはいい思い出。日本合宿の総仕上げとなるチームミッション。そこでユウ、ハル、タカト、タイチの4人でジェットブラックというチームを組みます。この頃からいきなりユウが別人のように良くなってきて、美女も大爆発。ハルとの練習で覚醒した。はい。大優勝。伝説と言ってもいいほど、ユウハル推しから大人気のステージ。この4人の美女が良すぎるんですよね。初期の初々しさも相まって、最高でしかない。こちらはパークさんに褒められるユウを、笑顔で見つめるハル。もう恋しちゃってますね。この後日本合宿の審査を通ったユウハルは、韓国合宿に参加します。JYP 練習生のハルはすでに渡韓しているので、日本から来るメンバーを空港に迎えに、はい。2ヶ月ぶりの再会でもちろんユウとハグ。嬉しそうなこの顔。個人レベルミッションを終えた後のセカンドステージでは、またまた一緒のチームに、ユウ、ハル、エイジとレインボーイズというチームを組みます。この2人、ちょいちょい見つめ合うんですよね。練習の合間に、チームの仲を深めるためにユウが作ってくれた料理にも、食堂と同じくらいうまい。飛べた褒めのハル。ユウはネクスジの中でも料理上手と言いますが、それにしても美味しい美味しいと食べるハル。どれだけユウのことが好きなんだ。そしてこのレインボーイズのステージは、パークさんからも絶賛。3人はチームミッションで1位を勝ち取りました。たくさんの不安もあったんでしょう。ステージを降りた後、なんとユウハルが、なんと衝撃の抱擁シーン。ハグじゃないレベル。抱擁。待ってよ。横にエイジがいるんだから、見せつけないで。エイジはしばらくポカーンとしていました。この後3人で抱き合ったことでしょう。この辺りから、ニジプロ2を見ていた視聴者からもユウハルの関係にざわつき始め、また同じチーム。ずっと同じチームじゃね。偶然か何なのか。ついには相性まで新芽に。ユウハルはずっと同じチームですが、相性がいいのか結果もきちんと出してくるのがすごい。ハートハンターというチームでパフォーマンスをしたハートビートは、ニジプロ1でも使われた課題曲。この時は眉化覚醒会として話題になっていました。同じように出だしを歌ったセイタも覚醒しまくっていたので、そちらも必見。そしてこちらは、オーディションの合間に行った秘密の部屋でのインタビュー。一人ずつ秘密の部屋に呼ばれ、質問に答えます。この様子をパークさんが別室で確認し、メンバーの心の声を聞く企画。もちろんここでも、2人は相思相愛っぷりを発揮。ビジュアルトップは誰という質問に、ハルは、最初は自分の名前を言おうとしていたけれど、ユウを指名。ステージに立った時に、すごくパッと顔が目立つ、と話すハル。わかるわ。ちなみにユウはオーディション時から BTS のジョングクに似ていると言われており、亜生ジョングクと呼ばれることも。富安ユウ。本当に美人。そんな超絶美人な富安ユウに同じ質問をすると、選んだのはハル。ユウは、今まで生きてきた中で、人へのイケメンはハルが初めてです。わかる。わかるよ。でもこれ、かなりの公開イチャイチャですよ。そんな2人の回答にパークさんは、
2人どちらもイケメンだけど、ユウは少女漫画の主人公顔、ハルは地球を救う主人公顔。さすがパークさん、わかってる。ちなみに全員ビジュタンのネクスジはバブ時代の写真も仕上がりきっております。詳しくはこちらでちびっこネクスジ大放出をご覧ください。オーディションも最終ミッションを残すのみとなったある夜、20のオーディションの時にもあった最終ミッション前夜ビデオレター。そこでユウがついにメンバーへのメッセージを送る映像で春に公開告白をしたユウ。キャー、大丈夫、みんな知っていたから。虹の中でもすごく近い関係というか、実力が伸びたのも春のおかげだと思っているので、辛いこともしっかり乗り切って一歩一歩自分たちで成長していって、どんどん上を目指していきましょう。というからのメッセージが、デビュー前ですが、公式にユウハルケミの誕生。コマで相手に愛情を伝えているメンバーは他にはなく、ユウハルの特別感がすごい。ネクスジの中でも最高ケミと言われるだけある。その後、最終ミッションでも同じチームになり、無事にデビューを勝ち取ったユウハル。ネクスジのメンバーとなってからも、公開イチャイチャは続きます。こちらはライドザバイブのトレーラーでのオフショット。デビュー曲ライドザバイブのティーザーで出されたユニット写真もユウハル。公式もきっとユウハル推し。需要をよくわかってるという感じで、2人の絡みが多いこと。デビューしてからも、ずっと永遠にユウハルは最強ケミでいてほしい。オーディション初期からイチャイチャな2人ですが、ネクスジファンももちろんユウハル推し。やっぱりユウハルは尊い。このメンバーに富安がいるの本当に胸熱。歌もダンスも地域予選からすごい上手くなってて感動だよ。ユウハル距離近い。はーい、癒される可愛い。ユウハルこの辺の写真一緒に撮ったんだろうな。尊すぎてこのケミ一生好き。ここまで目に見えて仲良しだとファンも嬉しくなりますよね。竹見もとっても良いんですが、ユウハルについてはもう言葉では説明できないくらい尊いケミ。満を持してデビューしたネクスジ。ユウハルをオーディションから追っていくと、頑張って努力してきた仲間なんだなぁと胸が熱くなります。デビュー当日の5月20日には、ソウルエスイシプサーライブホールにて発売記念ショーケースを開催したネクスジ。ユウハルケミはそこでも大炸裂だったそう。行けた方が羨ましい。生のユウハル、いつか拝んでみたいものです。多くのファンに見守られてデビューしたネクスジ。今後も様々なイベントで会場を沸かせていくのが楽しみです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。